おはようございます。いや、今日はラジオ収録があるんですよ。だから今からちょっと甲府に行くんですけど、雨なんですよね。今僕ヘルメットかぶってるようにちょっとセブンで行こうと思ってたんですよ。ラジオ収録とあともう一個ちょっと予定があって、どうしてもセブンで行きたかったので、ただね、雨降ってるんでここだけっぽいんですよね。山の天気で、甲府まで行くと雨降ってないみたいなんで、ちょっと雨なんですけど頑張ってとりあえずこの辺を抜ければ雨止むと思うんで、セブンで行きたいと思います。いや結構雨がすごいし、それなりにあるし、前輪からの水の巻き上げがすごいですね。いや、雨の日乗りたくない雨の日乗ったの初めてです。まあ車体的にも雨はあんまり当てたくないし、窓ガラスワイパーないんで、見えるんですけどめっちゃ水滴ついてるし、青空は見えてるんで、もうちょっと走れば雨なくなると思うんで、まあ気持ちいいは気持ちいいですけどね、なんかひんやり冷たくて。で今から吉健迎えに行って、吉健と一緒にラジオ収録は僕一人で出るんですけど、その後の予定で吉健が重要人物なんで、吉健迎えに行ってラジオ収録を僕一人で喋ります。生出演なんで初めてです。まあ、撮影は今までね何度も、していただくことはあるんですけど、生出演はやったことないですね。まあ YouTube で普段喋ってるようなことを喋ると思うんで、慣れてるから大丈夫だと思うんですけど、ちなみに緊張は全然今はしないですね。楽しみです。FM 富士に到着しましたんで、これから収録行ってきます。収録20分前です。先日資料になりますけど、お伺いさせていただいた工房はめちゃくちゃおしゃれなアンティークなところ。サスペンションとかある程度聞いてるんですか？聞いてます。すごい硬いので、こんなそうですよね。じゃあマイクチェックをさせていただければと思いますので、はい、よいしょ。じゃあちょっと最初のすいません、ここの寄せ目で、はい、はい、じゃあありがとうございます。どうもこんにちは。岸田枠の岸沼です。よろしくおあり願いします。がとうございます。すいません、ありがとうございます。よろしくお願いします。時刻は10時になりました。松見拓也と東條ゆかがお送りしています。FM 富士アクタース。ここからはメイドイン山梨応援プロジェクトのコーナー。FM 富士では山梨県内で生産されたものを積極的に購入、消費して地元の販売店や生産者に還元するプロジェクト、メイドイン山梨応援プロジェクト
みんなで山梨を応援しよう展開中です。さあ今日は北斗市を拠点に革靴を手掛ける合同会社キッシュザワークご紹介します。詳しいお話をキッシュザワークの代表菱沼健さんに伺います。今日はスタジオ来てくださいました。菱沼さんどうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、ここ最近いろいろなメディアに取り上げられていらっしゃいますので、ご存知の方もご覧になった方も多いんじゃないかなとは思いますけども、今日は革靴を中心としたお話、雰囲気のある方ですよ。菱沼さんも職人さん。職人っていう感じの雰囲気のある方ですけどもね、いろいろお話を伺えればと思います。よろしくお願いします。さあ、まずはキッシュザワークについてどんな会社なのか教えてください。はい、キッシュザワークは、ハンドソンウェルテッド製法という伝統的な製法で作られる革靴の、オーダーシューズですね、はい、を中心に革小物だったり、革製品を製造している会社です。はい、どのぐらいもう革靴は作られてるんですか？革靴を作り始めて今4年半ぐらいですね。もうどのぐらいのスパンで革靴ってもちろんそれによって違うんだと思うんですけど、一足できるのはどのぐらいっていうのがあるんですか？ですね、例えば1日10時間作業したとして、一足その作業だけをやってると大体2週間弱ぐらいですね。1日10時間、みっちりやって2週間かかる。そうでもそれだけの作業を繰り返しながらそれだけの数を作ってらっしゃるということなわけですね。そもそも菱沼さんがこれどうしてこの革靴職人をなろうと思ったのかとか、そういったところのちょっとプロフィール的なお話を伺ってもいいですか？靴をまず大学の頃に好きになって、それは単純に靴好きとして革靴を買って履くっていうのを楽しんでるんですけど、それよりも以前からもう小さい頃からいろいろ作るのが好きで、その靴が好きっていうのと作るのが好きっていうのが合わさって、会社員の時に趣味で革靴作りを始めたんです。でそれがちょっと楽しすぎちゃって、その仕事を辞めてこの靴一本で行こうかなということで靴職人として歩む道を決めたという感じですね。靴を作るっていうのはどうやって学ぶんですか？どこから？そうですね、僕は靴教室に行きました。そういった革靴の作り方を教えてくれる教室だったり専門学校だったりっていうのがありますので、そういうところに行って学ぶ方が多いですね。どれくらい学べば悲観的に学ぶと自分で一足こう作れるようになるんですか？それは人にもよる習得率に僕は一応通ってたの2年間です。2年間通いながら自宅で自分の靴作ったりとかしてって感じですね。そもそも論になるんですけど、その革靴のどのあたりに惹かれたというか。そうですね、多分なんかこれ難しいんですけど、多分その輝きとかその造形美だと思いますね。あとは経年変化でこの履き込んでいって自分のものになっていくみたいな愛着が湧くところも好きなポイントですね。革靴って丁寧に履いていけばどれぐらいの期間履くことできるんですか？ですね、修理もしっかりしていれば30年は全然履けます。そんなに履けるんですね。さらに革だからより自分の足にフィットしてくるっていう感覚もあるわけですね。それはやっぱりちゃんとしたケアが大前提。そうですね、ちゃんとしたケアをすれば30年持つということ。僕の持ってる靴でアンティークの靴があるんですけど、それはそんなに履いてはいないんですけど、100年前履けます。完全にヴィンテージ。やっぱそのぐらいになるとその革の艶みたいなものっていうのはもう絵も言われるものになってくるんですか？やっぱり永遠に革の艶が上がっていくわけではないんですけど、すごくいい艶を。でもそのぐらい持つんだね。ご自身でも作ってらっしゃいますけど、ちょっとコレクション的なもので集めてたりもするんですか？そうですね、その靴好きとしては僕は入ってるので、大学生の頃から会社員時代靴ずっと集めてたんですけど、多分買った足数300ぐらいは買ってると思いますね。300。好きこそものの上手なれですよ本当に。どうやって保管してるんですか？いやもう今は結構手放して、今30、40ぐらいなんですけど、同時期に持ってて最多が120ぐらいでした。靴箱はある。
ですね。本当革靴を履く楽しみ、そして作る楽しみというのも十二分に感じていらっしゃるわけですね。いらっしゃるわけですね。さあ、そんな中ですけれども、菱沼さんの作られた革靴が、なんと5月にロンドンで行われました、ワールドチャンピオンシップスオブシューメイキング2024にで、世界一位優勝されたということで、おめでとうございます。すごい、もう世界一って聞いただけで、ね、すごいことだと思うんですけれども、そもそもこの大会ってどういう大会なんですか？この大会はですね、今年で5回目で、革靴、世界の靴を作ってる方々がその資格なく出品できるんですが、今大会では、11カ国25名の方が出品されて、で、その中から審査員が順位を全部決めるっていう大会です。他にも日本人で出られた方っていうのはいらっしゃる？そうですね、います。その中で、菱沼さんが見事世界1位を獲得された。今手元にも資料があるんですけども、2022年度の大会では1位から3位が日本人だったと。この革靴メイド界におけるやっぱ日本人のその地位っていう言い方は変ですけども、どういうところが合ってるというか、その日本人に合ってるんですかね、革靴作るのは。どうなんですか？合ってるんですか？やっぱりなんていうか、この突き詰めていく性格とか、細かいものをこうなんかこだわり抜くみたいなところが、かなり適性がある。僕もそのうちの一人だと思うんですけど。他の国だとこの地域がやっぱりこう優れた技術持ってるとかっていうのはあります？傾向的に。基本的にヨーロッパが発祥なんで、イギリス、フランス、ドイツあたりですね。やっぱり日本の特徴は結構個人でここやられてる方が多くて、イギリスの方とかっていうのは老舗があるんで、そこに入ってやるっていう人が多いんですよ。もうヨーロッパならではの脈々と受け継がれた老舗の中の職人としてやってらっしゃる方と、日本は個人で工房を構えてやってらっしゃる方の違いもあるということなんですね。で、そんな大会で優勝された靴というのはどういった靴なんですかね？この大会は毎年お題がありまして、お題が、どういうデザインを作るかっていうのが決められてるんです。で、今回は、ライトブラウンの革、明るい茶色の革を使ったローファーなんですけど、ローファーの中でもフルサドルローファーっていうちょっと指定がありまして、で、その中で、その革の色の指定とデザインの指定の中で、それぞれがどういうデザインをしてくるかっていうところを競う大会です。その審査基準っていうのは、デザインのなんか様式美であるとか、あとは仕事の丁寧さみたいなところなんですかね？そうですね。デザインのバランスの良さ、美しさとか、仕事の丁寧さ、そして細かさと、あとはオリジナリティだったり、こう実行力の高さ、難しいことをやってるかみたいなところなんです。今回作られた靴っていうのは特にこだわった部分とかってどういうとこなんですか？そうですね、やっぱり結構この大会今までの靴を見てると、大会だからって言って結構ゴテゴテなんかいろんなテクニックと盛り込みが方が結構多いんですけど、僕はそこまではいかず、やりながらもそのデザインパッと見しっかり靴ですっきり見えてかっこいいっていうのをまず第一に意識しながら、そのすごく細かさを追求したりだとか、特徴としてそのウエスト、土踏まずの部分ですね、ソール靴底がついてないっていうのがあるんですけど、これを特徴として作りました。ちょうどかかとの部分がこの馬の蹄鉄みたいな形で湾曲したソールになってるというか、こういうスタイルだと履きやすさとかっていうのもあるんですか？この大会は履きやすさは考えない、考慮しないんです。なるほど。その美術品としての価値っていうところに焦点を当ててます。なるほど。だからこそこういうデザインっていうところもあるんですか？だから普段の仕事では僕はもちろん履きやすさっていうのはもう一番に考えてる、今回の大会では履きやすさっていうのは全く無視してます。デザイン性、技術。そうです。そこのジレンマとか出てこないですか？いや、ここもうちょっとこうした方が履きやすいだろうみたいなのは。いや、でもこの大会はやっぱりその履きやすさ、それ一番この靴職人の課題で、履きやすさとかっこよさを両立するっていうのが一番難しいところなんです。で、その履きやすさっていうのは全て捨ててしまうことによって究極のデザインを作っていく。ありだな。なるほど。できないことを思
面白さがここで発揮できるわけですよね。なんかこう靴作りのアイデアとかっていうのはどういったところから生まれてくるんですか？そうですね、おそらく、その300足とか買ってた時にいろんなブランドのいろんな国の靴を買おうと思って意識して買ってたんで、そこで買って自分で履いて、履き心地だったり、そのデザイン履いて自分がかっこいいと感じるかとかっていうのを積み重ねていったのが今に生きてるんだろうなと思います。やっぱり最初はこういろんなものを真似てみたりとか、そういうところからスタートしていくんですか？やっぱり真似ますね。やっぱりいろんな我々もそうだったりするけどね。そうですね。技術っていうのは真似るところからスタートなんですね。そこから徐々に俺だったらこうするなみたいなというところを出していって作り上げていくということなんですね。で、今回菱沼さんはこれ北斗市から来ていただいたということで、ご自身の工房が北斗市にあると。はい、そうです。で、ご自身なんか設計もされたんですか、その工房？そうですね。建築大学院で建築専攻なんですけど、で会社員も建築設計の会社で勤めてまして、それもあって自分の工房建設を設計して、で実際に作るその大工の仕事まで全部出していただきました。設計から建てるところまで全部ご自身でやられて、本当に今手元の資料にも写真がありますけども、北斗のこの八ヶ岳南麓の森の中に佇む工房小屋っていう感じでね、すごくクラシカルな佇まいが素敵なところですよね。素敵ですね。こんなね素敵な環境の中で靴作りしていらっしゃいますけれども、環境問題にも非常に力を入れてらっしゃるっていうことを聞いているんですが、製品の中に害獣とか鹿、馬の皮なんかも積極的に取り入れてるんですか？そうですね、そもそもは環境問題っていうよりは、僕がその素材の表情だったりその質感が好きだからっていうことで使い始めたのが、鹿とクマ、そしてイノシシですね。これらはその害獣駆除、結構最近食害とか問題になってると思うんですけど、そういうので漁師の方が取った皮を取ったそのイノシシとかクマを肉は食べて、皮はこういった革製品にするっていう、そういう革で国内の野生の動物を使って靴にすることがあります。鹿革とかは見たことはあるんですけど、イノシシの皮っていうのはどういう特徴と、製品にするとどういうものになるんですかね？そうですね、イノシシって豚の源流というか祖先なので、表情としては豚に似てます。毛穴とかこの皮の脂肪感が結構特徴的で、ちょっとその普通のつるっとした皮に比べるとワイルドな感じ、カジュアルな感じがしますね。手触りもちょっとデコボコしてるような。そうですね。実際にこのイノシシの皮で靴も作られているということなんですね。例えば耐久性とかもいわゆる他の皮に比べてとかってあったりするんですか？いや、そこはそのどれが劣ってるっていうことはないですね。むしろその表面はすごく強くて、野生の皮で野生で森の中駆けずり回ってたりして、傷もあるんですけど、逆にそれがその筋肉質な個体を作っていって、皮が強靭であったりっていうのはあると思いますね。味もあるんでしょうね。その質感とかの違いを楽しめる。そうですね。で考えてみれば、その日本っていわゆるその最近ジビエってお話もありますけど、いろいろな野生動物、イノシシもはじめいると思うんですけど、そういうところってこの外国に比べてその革産業がこれから発展する余地にもなっていくんです。どうなんですかね？発展してくれればいいんですけど、漁師の方の数も減ってますし、結構いろいろ難しいところもあるみたいで、そう簡単にはうまくいかないとは思うんですけど、そこのそういったところの一助にもなれればなとは思ってますけどね。ちなみに北斗っていう場所を選ばれて靴作りをしてらっしゃるじゃないですか。やっぱり豊かな自然があるところだって思われたんですか？そうですね。僕の祖父母が甲府に住んでたんで、小さい頃からよく山梨、甲府を中心に、北斗もキャンプとか山登りで来ていて、でこういった自然の中で過ごすっていうのが好きだったので、靴の製作はやっぱり静かな自然の中でやりたいなっていう思いから、北斗に引っ越してきてここ考えました。菱沼さん以外にも工房で、職人やってらっしゃる方は他にもいらっしゃるんですかね？北斗です。北斗で。そうですね。靴以外では結構いらっしゃいますね。家具だったり、その木工系の職人さん多いですね。じゃあそういった職人にとっては非常にいい文化というか。
にはなっていると。なんか周りのつながりとかあるんですか？つながりはそんなに今はないです。職人さんだとね、それこそ10時間で靴作りしてらっしゃるっておっしゃってましたからね。いやでもこの北斗初のこの北から旅立っていく革靴革製品っていうのをね、ぜひとも皆さんご注目いただければと思います。これからも楽しみですね。このキッシュザワークの革靴ってどちらで購入できたりするんですか？そうですね、基本的には展示会で、東京とか大阪で展示会をやるんですが、はい、その際にパターンオーダーの靴を、販売しています、っていうのと、予約制なんですけど、北斗の工房ではフルオーダーですね。こちらの、足の形を測って、その人専用に靴を作るっていうのが北斗の工房ではやってます。今回はこのね靴も一足実際にお持ちいただいて、こちらはちょっと渋めの茶色と言いますか、ちょっと革の知識がなんで言葉が足らずで申し訳ないですけども、色的にはどう表現ですか？バーガンディという色で、はい、バーガンディってブルゴーニュ地方なんでワインの色ですね。はい深い、さらに紫よりもさらに深いみたいな形の、ね、いわゆるこれはローファイなんですかね。はい、ローファイです。なんか、ちょうどこのつま先から足が歩くときに曲がる部分が、はい、こうちょうどデコボコになって、これも味になってくるんですよね、やっぱりね。そうですね。特にこの革は馬革、コードバンっていう革で、はい、すごく光沢感の高い革、高級革なんですけど、このシワをより楽しむっていうところが、靴好きの中ではもう人気のある革ですね。本当ヴィンテージのジーンズでこうひげが入ってくるみたいな感じのイメージで、このシワの入り方がより一層革靴の味わいを増してくれると。あるんですね。本当に追いかけていくと、より深い沼にはまるっていう世界なんだと思いますけどもね、ぜひこちらのキッシュザワークさんの革靴にもちょっとご注目いただいて、一足手に入れてみようかなという方はぜひともちょっとアクセスもしてみてください。では改めて最後にじゃあひすまさんから番組のリスナーの皆さんに一言 PR メッセージもお願いします。はい、やっぱり革靴って今の時代あまり履かなくなってきてる方多いと思うんですけど、革靴ってすごく僕は今日お伝えしたような魅力以外にもたくさんあるので、革靴をちょっとね暮らしの中に取り入れてみて、で革靴って履くとすごくテンションが上がるので、そういったところ楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。はい。世界一の職人さんぜひ世界一の靴を皆さん手に入れてみては。しかも長く履けるわけですからね、30年ってね。手入れもひすまさんにしていただければバッチリだと思いますから。YouTube なんかでは革靴の制作工程なんかも発信してますので、ぜひYouTube や Instagram チェックしていただければと思います。さらに深く知りたい方は YouTube チャンネルもありますからね、ご覧いただければと思います。ということで、ここまでキッシュザワークの代表菱沼健さんにお話を伺いました。菱沼さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。山梨県の皆さんでメイドイン山梨を探して、可能な範囲で食べて使って豊かな街づくりにつなげましょう。このプロジェクトのインスタグラムと X があります。皆さんがおすすめしたい山梨県産品のコメントや写真、インスタグラム X ともにハッシュタグすべてカタカナでメイドイン山梨をつけてぜひ投稿してください。お店の方も遠慮せずに投稿してくださいね。投稿された情報 FM 富士の各番組内でも随時紹介していきます。詳しくは FM 富士のウェブサイトをチェックしてください。ありがとうございました。興味深いお話をありがとうございました。なかなか聞けないお話を聞けました。ありがとうございます。FM 富士の撮影終わりましたんで、今からもう一つの重要な予定ですよね。重要ですね。に行きます。お願いします。暑い。始まる1分前ぐらいに緊張したね。急に来た。そうだね。そんなに大きい緊張ではなかったけどさ、さすがにね生出演だからね。でもどうだった？いやー、さすがにね、パーソナリティの人も、ね、いろいろ引き出してくれたから。そうだね。なんか気持ちよく喋ってたよね。そうだね。気持ちよく喋ったね。でも1個ね言うの忘れちゃったんだよ。そう。キシザワークの製品ってどこで買えますかでオンラインショップ言うの忘れちゃった。一応最後に YouTuber ねじ込んどいたんだけどさ。やべってなった。忘れてた。
となんかやっぱさ、その専門用語とかを普通に言ってもわからないじゃん。そうだね。だからさ、その確かに。その辺がね、まあそんなにめちゃくちゃ詳しく解説したわけじゃないけど、あれが難しかったね。イノシシの表情とか。ああ確かにそうだね、イノシシの表情、豚側とか伝えても見たことない人わかんない。まあね、豚っていうかそもそも豚側とか意識しないだろうね。あと脂肪皮っていうのが、脂肪皮っていうか脂肪肝っていうのが伝わるのかなって思ったんだよね。脂肪ってどれぐらいの専門用語なのかがちょっと分かんなくてさ。はいはい。確かに結構デコボコしてるやつみたいなのがね、だからスエードはさ普通に言いそうじゃん。スエードとかベロアとかって言ったら分かるじゃん。でも普通のつるっとしてる皮のことさ、スムースって多分知らないじゃん。それとの対極の脂肪ってどうなんだろうなとかね。あとやっぱさ、向こうでちゃんとこのタイムスケジュールを組んでやってくれてるからさ、普通に喋ってれば大丈夫だとは思うんだけどさ、あんまり長く喋っちゃうとあれかなとかも思いってさあと結構さ、この靴とかっていろんなものが分かりにくいっていうか、なんかスパッと言えないものだったりするんじゃん。そうだね。その何年持つんですかって言われてもさ、いやまあそれって履き方にも素材にもいろんなものによるからなみたいな。でもやっぱそんなこと求められてないしだから修理すれば30年って言っといたけどさ、まあ間違ってはいないんだけどね。それとか難しいよね。難しい。テレビとかそういうメディアとかって難しいんだよね。なんかさっきに比べると熱くないような気がする。まあね、エンジンが。あ、そっかエンジンがさっきめちゃくちゃほてってたからね。今一回エンジン冷えたからか。これか。よし、着きました。じゃあ、ないです。ないです。いや、なんか午前だけちょっと雨降るみたいなの聞いてたからいけるかなと思ったら、なんかすげえや。かっこいい。ご希望の水色をありがとうございます。入れて、おお、静か。シェルでセルでライトつきっぱなしで、つきっぱなし。はいで透明近めではい。ホーンで、おでウインカー、なんか左出したらこう真ん中を押してくれれば、はい戻る。あ、降ってきた。大丈夫です別にびちょ濡れで帰ればいいだけなんで。なんか俺ともかけるか。すぐやめそうだけどなんかこうやってああ、でも僕しか乗んないんで帰りはここだけ。うわいやーすごいあれだこれ。なんで無残にもめちゃくちゃ雨濡れてる。めちゃくちゃすげえ雨まあ大丈夫だと思います。ヘルメットホール。からもさしてあ、はい。走り出す。で、まあ慣れてこうはいいかもしれんけど、目安的にここに一足分といけない。あもう一回前踏んでみて。あ、あ、ニュートラルに。おお。まあ大丈夫でしょう。普通の電球に比べれば明るいけども。ああ、一応なんか暗いって聞いたんで、フォグランプ補助灯を買ったんで。つける人もいる。どうでした？最高だね。まだ100メートルぐらいしか運転してないけどね。なんか思ったより大きかったね。うん。もうちょっと小さいのかと思ってた。
でもやっぱ教習所で出せないスピード出したらうん、すっげえ気持ちいい。ああそっか。教習所って何キロまで？ 30？ 30か40ぐらい。あーでもすごい短いからさ。なるほど。じゃあ行きますか。怖え。カブセブンツーリング。ちょっと気をつけていこうぜ。ツーリングっていうほどじゃないけど工房まで帰ります。ちょっとねまだギアチェンジが慣れないけど楽しいよ。楽しい。近くの中華料理屋に来ました。どうだった？いや超爽快だね。セブンよりも爽快。すぐより爽快。なんだと。うまかったです。アメリチャイナ。しました。で最後に試験なんで株乗ってるのか教えてください。まあ僕本当趣味がない人間で靴作りしか本当にやることがなくて、ケイさんがセブンを買ったということで乗せてもらったりして、風を体感しているうちにこの風を体感したいなと思ってるところでスーパーカブっていうアニメのポスターを見て、こんなのあるんだと思って、そこで興味を持ったのがきっかけですね。北斗が舞台なのね、聖地やね、そうですね、スーパーカブのアニメで、で結構いろんなところにポスターが貼ってあるのは確かにそうで、株は前からの興味あった？そう、だいぶ昔大学の頃かな、ちょっとスーパーカブ興味あっていろいろ調べた時あったんだけど、まあ、そこから買わずに時間は過ぎてって今再発したって感じです。なるほど。今回このために免許を取って頑張りました。はい、これ軽く説明してください。このバイク、これですね、これはホンダのクロスカブ110ですよね。 125cc 以下で乗れるバイクです。小型二輪。そうですね、小型二輪の免許で。原付と小型二輪、普通二輪、大型二輪。そうだね、で吉木が今回小型二輪の免許を取って 125cc 以下のバイクになら乗れるようになったと。はい、そうです。で何にしようかっていう話を聞いている時になんかいろいろスーパーカブとかクロスカブとかハンターカブとかモンキーとかっていうのがいろいろあったと思うんだけど、はい、このクロスカブを選んだ理由は？かっこいいからなんですけど、まあ最初は本当に普通のスーパーカブにしようと思ったんですけど、アートダチックな見た目とかかっこかわいいなと思って。確かに、はい、なんかこの辺のこういうのとかね、そうですね、とか、この後ろのこのキャリーとかいいし、なんか車輪もオフロードっぽい感じで、ね、スポークホイール。そうだね。これ多分一つ昔の型ですね、今新型はスポークになってない。ああ、これはアルミホイールになってる。そうそう。メーターが非常にシンプルですねセブン以上にシンプルで色がいいよね。これ水色が限定色なんだっけ？そう、トコブルーっていう
2000台限定で前販売したんだけど、今はもう販売してないから中古でしか手に入らない。いいね、レトロな感じの水色で、ねなんか水色買ったって聞いてたからもうちょい水色なのかと思ったら、グレーに近いそうだね。水色で絶妙だね。いいですね。晴れてる日はこれを乗って北斗の山の中を通勤するってことそうだね。も最高ですね。このバイクはカスタムするんですよね。う、どんどんします。コツコツとしていきたいな。コツコツとね。まず計画はまずはここランプつけます。フォグランプ。なんかこれだけだと暗いらしいから、まあ僕たち仕事の中で夜の10時だから、夜道危ないんでランプをつけて、夜道は怖くないようにしたいなって。でその次に、まあちょっと細かいけどシフトインジケーターっていう、ほうほう、あ、今シフトが何になってるかっていうの分かんない、ニュートラルは分かるんだけど、そこから4速まであるけど、今何速だっけってなるほど。分からなくなっちゃうから。確かに車はシフトノブがあるから分かるけど、そう、これ分かんない。あとはトランクケースね。トランクケースね。同じだね。そうだよ。セブンも革のトランクケース積みたいんですけど、これにも積みたい、ね、水色だから結構合うかも。確かにレトロな。ちょっと明るめの茶色いトランクケースそうね。そんな感いや、今後株好きな人は吉健に株トークしてください。じ。教えてください。以上ラジオ収録からの株セブンツーリングでした。